50歳を超えたら、人生観を根本から見直す必要があります。これまでの生き方を続けるのではなく、新たな視点を持ち、執着を手放し、無理をせず、身の回りを整理することが大切です。他人の目を気にして生きる時代は終わりを迎えます。家族であっても同じです。人との距離感を見直し、依存せず、自分らしく生きることで、残りの人生をより豊かなものにできるのです。嫌われる勇気を持つことが、初めて幸せになる勇気につながる、と言われます。これは、哲学者ショーペンハウアーの人生論にも通じる考え方です。年齢を重ねるごとに、関係を整理し、ありのままの自分で生きることが、幸福への鍵となります。人は期待を裏切る存在です。過剰な期待を抱くことで、失望や苦痛が生まれます。悪い関係を無理に修復しようとしても、得るものはありません。賢い人は許しますが、賢明な人は無視するのです。家族でさえ、すべてを合わせる必要はありません。過度に合わせると、それが当然だと思われ、結果として自分をすり減らすことになります。人は一人の時にこそ、自分自身と向き合い、完全な存在になれるのです。人生の試練に直面すると、親しい人々ですら離れていくことがあります。しかし、孤独を愛することで、本当の自分を見つけることができます。善良であることが美徳とされても、傷つき、人間関係が崩れた時に初めて見えるものがあります。友人ですら、一瞬で姿を消すものです。最終的に残るのは自分自身であることを知るべきです。人は優しさになれると、それを当然のものとし、さらに要求を重ねます。他人を助けるならば、感謝を知る人だけを助けるべきです。無条件の親切が愚かだというわけではありませんが、相手が境界を越えようとしたときは、毅然とした態度を取ることが必要です。また、人は常に上を見て生きることで、不幸を感じやすくなります。他人の成功や幸福を羨むよりも、今の自分の足元を見つめることが大切です。華やかに見える人ほど、実は何かを隠していることも多いのです。人間関係においても、利害が変われば態度が変わるのが常です。では、どのようにして健全な人間関係を築くべきでしょうか。ショーペンハウアーは、親切が親切で帰ってくる人と縁を結ぶべきだ、と説いています。見返りを期待しない善行も大切ですが、感謝を知る人との関係こそ、長く続ける価値があります。世の中は広いですが、人間は時に恐ろしい存在です。自分を過度にさらけ出すのではなく、適度な距離を保つことが賢明です。振り返れば、良い人と認められるために努力することが、それほど価値のあることではないと気づくはずです。結局のところ、人は利己的であり、最終的に残るのは家族だけです。人間関係において、優しさの与えすぎは相手を甘やかし、わがままにさせることがあります。特にそやな性格の人には注意が必要です。彼らは自分と異なる人間に嫉妬し、足を引っ張ろうとすることがあります。適度な距離感を保つことが賢い生き方なのです。人脈は一時的なものに過ぎません。過度な親切は相手にとって当然のものとなり、やがて些細なことで怒りや失望を生みます。では、どうすれば人間関係を円滑に保つことができるのでしょうか。答えはシンプルです。自分の仕事に全力を注ぐことです。自らの道を極めることで、自然と人から尊重されるようになります。人間はハリネズミのようなものです。他者と距離を縮めすぎると、互いに傷つけ合うことになります。過剰な期待をせず、何かを得ようとしないこと。最終的に人は孤独な存在であり、一人で生まれ、一人で死んでいきます。他人の目を気にしすぎる人は、その視線の奴隷となります。他人の評価に縛られず、超然とした生き方を目指しましょう。他人の視線を気にしない人だけが、
本当の幸せを手にすることができるのです。